皆さんこんにちは。今日は私たちの体にとって不可欠なプロセスであると思われていた老化と、その中で重要な役割を果たす酸化ストレスについてお話ししましょう。老化と酸化ストレスの密接な関係について掘り下げていきます。まず老化は皆さんがご存知の通り、体が時間とともに変化し成熟していく自然なプロセスです。しかしこの老化プロセスには酸化ストレスが大きな影響を与えています。酸化ストレスが細胞に与える影響は大きく、細胞がダメージを受けると、老化や様々な病気のリスクが高まります。ではなぜ酸化ストレスが起こるのでしょうか。喫煙、過剰な飲酒、運動不足、環境汚染、そして私たちの日常のストレスも影響しているのです。人をはじめとする好気性動物は、空気中の酸素を利用して効率よくアデノシン三リン酸を産生することができます。しかしながら摂取した酸素の1から 2% がスーパーオキシドという活性酸素種となり、ミトコンドリアは常に酸化ストレスにさらされることになります。また、好中球などの炎症細胞からも大量の活性酸素種が産生され、生体は強い酸化ストレスにさらされます。同時に生体は、生体内からだけではなく、紫外線や放射線、タバコ、酒、食品添加物、環境ホルモンなど、様々な刺激にさらされ、体の外部からも酸化ストレスにさらされています。酸化ストレスが増加すると、細胞や DNA にダメージを与え、老化を促進する可能性が高まります。細胞は酸化ストレスにさらされると機能が低下し、老化の兆候が現れます。デナム・ハーマン博士によって、老化のミトコンドリア、フリーラジカル説が提唱されました。これによると、老化の過程でミトコンドリア DNA 変異が蓄積し、活性酸素量が増え、細胞死に至るというものです。通常、原子は原子核を中心として、各電子軌道に2個の電子が対になって存在しますが、稀に対になっていない電子があります。これを不対電子と言い、この不対電子を持つ分子や原子をフリーラジカルと言います。不対電子は対になろうとするため、フリーラジカルは一般に不安定です。酸素分子の場合も同様に反応性が高まります。このようにして生じる酸素分子より活性の高い酸素種を総称して活性酸素種と呼びます。活性酸素の過剰な生成やあってはならない場所での生成は、生成と消去の平行関係を崩すこととなり、いわゆる酸化ストレス負荷の状態となり、活性酸素とフリーラジカルは生体の膜や組織を構成する生体内分子を攻撃して、各種疾患を誘発します。つまり酸化ストレスとは、生体の酸化反応と抗酸化反応のバランスが崩れ、前者に傾いて、活性酸素の産生が高まり、修復できない程度の生体障害が蓄積し、生体機能の障害が生じた状態、ということになります。しかし心配はいりません。酸化ストレスを軽減するためには抗酸化物質を含む食品の摂取、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス管理が重要です。また紫外線から肌を守ったり、喫煙を避けたりすることも効果的です。日常の健康的な習慣や環境への配慮も欠かせません。生体成分において、活性酸素による酸化的障害を最も受けやすい成分は脂質です。ヒドロキシルラジカルは細胞膜の不飽和脂肪酸を攻撃し、細胞膜を障害するため、慢性的な酸化的細胞膜の障害が老化の一要因と考えられています。この連鎖反応を止めるのが、ビタミン E など連鎖切断型抗酸化物質です。生体に備わっている抗酸化機構として、例えば、スーパーオキシドを酸素と過酸化水素に変換するスーパーオキシドディスムターゼや、過酸化水素を分解するカタラーゼがあります。また鉄イオンや銅イオンのキレート、つまり除去することにより、フリーラジカル発生を防ぐ、あるいは発生したフリーラジカルを直ちに消去することができる物質は、予防的抗酸化物質と呼ばれ、トランスフェリンやメタロチオネイン、尿酸などが該当します。高等動物において酸化ストレス応答を担う中心的転写因子が NRF2 です。NRF2 は、老化によって発現量や転写応答が低下するので、NRF2 は個体の老化に重要な役割を果たす可能性があります。実際、NRF2 は多様な動物で最大寿命あるいは平均寿命の制御に関与しているものと考えられています。老化制御の観点からすると、我々が NMN 治療で注目しているサーチュイン6との相互作用は重要です。サーチュイン6は、そのノックアウトマウスが早期老化をきたすことから特に注目されている核内サーチュインで、
NRF2 と相互作用して転写を活性化することが知られています。NRF2 が加齢に対して抵抗性があるとすれば、加齢に伴って発生する疾患に対して予防効果があるはずです。実際に様々な NRF2 活性化物質は、糖尿病、脳変性疾患、慢性腎臓病などのモデルマウスにおける全臨床試験において予防的、あるいは治療的な効果を発揮することが報告されています。人寿命の制御には主要な臓器の機能低下が大きな役割を果たしますが、NRF2 は各種幹細胞の機能維持に重要です。老化と酸化ストレスは切り離せない関係にありますが、健康的な生活習慣や適切な対策を取ることで老化の影響を軽減することが可能です。酸化ストレスは私たちの体にとって大きな影響を与える要因ですが、健康的な生活習慣や予防方法を取り入れることで、ダメージを最小限に抑えることができます。大切なのは、日々のケアと予防です。